皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。参政党の候補者がロシアの対外情報工作機関スプートニクに出演している件について取り上げていきます。この件はインターネット上で大炎上しています。なぜならば、スプートニクといえば、ロシアにとって非常に都合のいい政治家やインフルエンサーなどを中心として出演しており、参政党の親ロシア派姿勢といったものをかなりロシアが評価していることを意味しています。また、ロシアや中国など海外における情報工作機関は各国で自分の国の主張を広めるためにデマやフェイクニュースを流すことに全力を注いでいます。仕事として取り組んでいるわけで、情報の洪水とも呼ばれるような圧倒的な発信力をもってして陰謀論やデマ、フェイクニュースなどを多くの人々の目に留まるようにし、それぞれの国における混乱や分断といったものを煽ることによって、相対的に自分の国の主張といったものを少しでも相手国に浸透させようとします。さて、それではまずスプートニクが一体どのような存在なのかについて最初にお話をしておきましょう。情報工作に対して非常に敏感なヨーロッパにおいては、ロシアの国営メディア RT とスプートニクについては活動そのものが禁止されています。EU はロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関する偽情報を用いたプロパガンダを防ぐため、ロシアの国営テレビ RT のヨーロッパ各国向け計5チャンネルと国営ニュースサイトラジオのスプートニクの EU 域内での提供を全面禁止する法律を制定した。この法律は加盟国が国内法化しなくても EU 法の一種である規則として制定したもので各国で効力を持つ。EU 加盟国では RT とスプートニクの放送免許が剥奪され、衛星放送、ケーブルテレビ、IP テレビ、動画共有サイト、インターネット接続などのサービス提供事業者は RT とスプートニクの放送や送信を禁じられた。禁止措置はロシアによるウクライナへの侵略と EU 加盟国に対するプロパガンダが収束するまで継続するとしている。この規則の発効後、EU 加盟国では YouTube、Facebook、X や Google の検索結果からも除外されている。EU がメディアの全面的な禁止措置を取ることには前例がない。それだけロシアの国営メディアのデマやフェイクニュースの発信といったものを EU が危険視していることがわかります。そんなスプートニクに参政党の参院選立候補者のサヤ氏が出演しています。この X での発信には以下のようなコミュニティノートがつきました。スプートニクは通常のニュースメディアを装っていますが、実態はロシア政府の傘下でロシア政府の意向に沿ったニュースを発信するプロパガンダ機関です。本ニュースで参政党が好意的に取り上げられていますが、背後にロシア政府の関与があることに注意が必要です。ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアは特に自国の主張を通すためにも各国における世論工作を行ってきました。日経新聞ではそのことに関して日本にロシア情報工作の影、政府系メディアの X 拡散3倍を超え偽情報もという記事を挙げています。実際こうしたロシア側の情報発信に基づく陰謀論が渦巻いており、日本国内にもプーチン大統領の主張そのままを拡散しようとするアカウントが大量に発生しています。参政党の候補者がスプートニクで出演したことに関して、党首の神谷宗平氏は以下のように発信しています。私も広報部も許可を出していません。現場と党の末端の職員が勝手にやってしまったので、その職員には厳しい処分を下しました。これまでもこうしたことが何度もあり、私は処分を下します。すると切り捨てられた、独裁だと叩かれます。理不尽ですが、組織を守るためには必要なことです。と、何か問題が発生して自分にとって都合が悪いと、常に誰かのせいにするのが神谷宗平氏の一つの行動パターンです。例えば、神谷宗平編著参政党 Q&A 基礎編という書籍においては、発達障害を持つと判断された子どもたちに対してどのような教育を行うべきでしょうか。答え、通常の子どもたちと全く同じ教育を行えば問題ありません。そもそも発達障害など存在しません。といった全く医学的に間違っている主張を行っています。こうした主張に対して医療関係者らからは全くありえない間違った主張であると非難が集まってきました。すると神谷氏はここでも自分のせいではないとしています。党の出している公式出版物であり、しかも自分の名前が単独で載せられているにもかかわらず、自分が書いたものではないかのような話をして、この出版物そのものがなかったものと今では否定しています。さらに、
今回のスプートニクにおける参政党候補者の出演に関連してもう一つ問題が提起されています。それが山本一郎氏の公開したノートの記事。ロシア製偽情報に操られる日本の選挙と参政党。参政党を支えたのはロシア製ボットによる反政府プロパガンダ。認知戦という頭の中をめぐるネットでの工作が日本の民主主義を脅かす形で私たちの目の前で繰り広げられております。7月20日の参議院選挙を前にロシアによる大規模な情報工作が日本の SNS 空間で激化しており、その規模と巧妙さはもはや看過できないレベルに達しています。簡単に状況を説明しますと、このような感じです。ロシア製ボットが親ロシア派大手アカウントが流す石破政権批判や偽情報、印象操作の投稿や動画をトレンド入りさせ、100万再生単位でバズらせている。アメリカでは摘発されているボットだが、日本ではプラットフォーム事業者も情報当局も対応できておらず、野放しになっているため、ガセネタ流し放題になっている。政府批判、石破氏、岩谷氏、公明党などへの攻撃が中心であり、利用できるものであれば、参政党でも、日本保守党でも、令和新選組でも、反ワクチンでも、沖縄独立でも、使えるものは何でも使う傾向がある。特定の政党だけ肩入れするものではない。結果的に、大量の政権批判に加えて日本人ファーストなど排外主義を煽る投稿が激増し、参政党などにネットの支持が集まっている。主戦場となっているのは私たちが日常的に利用する X、TikTok、YouTube ショート、Instagram といった主要 SNS プラットフォームです。ここに石破総理大臣や岩谷外務大臣をはじめとする政権要人に対する偽情報や印象操作の投稿や動画に大量にいいねと初期アクセスが集まり、SNS プラットフォームのおすすめに掲載されることで拡散されているわけです。もちろんその大多数はフェイクニュースや印象操作によるものです。しょうもない零細アカウントからでもハッシュタグをつけて偽情報が流れると、あら不思議、高評価、いいね数万超えの大バズり動画が出現します。これが陰謀論界隈と結びついて政権批判の具になっているのです。もちろんそこにはからくりがあります。その話だけ切り取られたら誰もが怒るように作成された偽情報や印象操作に触れた多くの日本人がその当事者である政府や要人に対して強い怒りを抱き、さらに批判や罵声を連鎖させ、ますますネット上でバズるという、まさにロシアが狙う不安定工作の仕掛けがそこにあります。今回の反政権を印象づける偽情報が乱舞しているからくりで注目されるのは、この工作活動の中心的な役割を果たしている2つの存在です。一つは、反政府系の偽情報や印象操作を多く流通させるアカウントが X にあり、もう一つはロシア政府情報部門と深い関係を持ち、スプートニクの日本での情報拡散を担うジャパンニューズナビなどニュースサイトを偽った偽情報発信源です。他にもロシアや中国など第三国との関係が疑われる大手アカウントは少なくとも12件、ソースロンダリングと呼ばれるあたかも中立のように装って正規メディアに混じって偽情報を流すネットニュースサイトは20件以上判明しています。これらが共闘法となってロシアの対日工作が展開されていると言えます。現在ロシアは生成 AI と複数のスマートフォンを組み合わせたクリック工場のようなボットシステムを運用し、現在確認されているだけでX で約1400以上、TikTok で約2000以上、Instagram で約800以上のロボット製ボット群を動かす指令を出すサーバーを稼働させているとみられます。これらのボットアカウント群は石破政権に対する批判だけで6月10日以降4億1600万回以上、さらに令和新選組、国民民主党、国盛、日本保守党、そして参政党といった政治的に極端なポジションを取る各政党の主張を広げる役割を担っています。一度ネット民の怒りに火がつくと、初期拡散したボット以上に怒った国民が偽情報、印象操作を自ら拡散するため、ロシア製ボットファームは火が消えないように次の偽情報、印象操作のネタを作って拡散させようとするのです。現在、もっぱら参政党の主張に合わせる形でロシア製ボットが多くのユーザーに対して偽情報や印象操作を拡散していますが、彼らの目的はあくまで日本政治や社会が不安定化するよう
偽情報や印象操作で国民を怒らせることですので、その発言者がどこだろうと構わないのです。ただ、今回の参院選では明らかにロシア製ボットの運営者は参政党を使って反社会的な言動を煽っている作戦に出ているように見えます。山本一郎氏の指摘した記事については、全文としてはちょっと長いものなので一部についてかいつまんで皆さんにご紹介しました。その中で主張されているのは、ロシア側が情報工作用のアカウントを自分たちで大量に作り、それに伴って日本国内における政治的な分断や政権批判を巻き起こすようなネタを投入すれば、それらが一番最初の火付け役として稼働します。どこの SNS でもそうですが、注目を集めている投稿などに関しては、これが積極的に他の人の目につくようにも上がってきます。そうした工夫を利用することによって、積極的に政権批判などを行うわけです。今回はスプートニクに参政党の候補者が出演しているわけですが、この場合だと別に参政党イコールロシア政府から資金援助を受けているという話ではなく、単純に日本政治を混乱させるためには、ロシアから見た場合、参政党が非常に使い勝手のいい存在として認識されていることを意味します。なぜならば参政党は親ロシア派ではないと言いつつも、しかし実際にやっている行動としては、プーチン大統領の主張に基づいてウクライナを批判し、ロシアに対する支援を日本が行わないようにと活動しています。ロシアにとっては非常に都合がいいわけで、積極的に参政党を推薦してくるというのは、当然の流れというわけです。今回の選挙においては、野党各党において対スパイ法を作るべきだという意見がいくつか出ています。国民民主党や日本維新の会、そして参政党なども対スパイ法については作るべきだという話をしているわけですが、同時に対スパイ法をもって今回の事態に対応すれば、EU と同様にして、ロシアの対外情報工作機関については、そもそも活動そのものについて禁止するような措置を取るべきでしょう。参政党の神谷代表は、自分たちはスプートニクやロシアから支援は受けていないと言っていますが、ロシアから見れば、参政党は都合のいい支援先になっているということは重要な事実です。あなたは今回の件に関してどのようなことを思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回はインターネット上で炎上している案件、参政党の候補者がロシアの対外情報工作機関スプートニクに出演している件について取り上げました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。